に AC シリーズ最強の機体が登場するのだ。 AC シリーズ最強とは大きく出ましたね。設定上 AC シリーズ最強の機体、それはプロトタイプネクスト3です。ネクストシリーズが AC 最強なのは分かっていますが、なぜそのプロトタイプが最強なのですか？そもそもネクスト AC とはこの機体をデチューンしたものなのだ。兵器として使えるように性能を抑えたのですね。ガンダムよろしくプロトタイプの方が強いのはお決まりなのだ。ロボットものですしね。でお相手はもちろんこの人、ホワイトグリーントさんです。出た一番人気。またこの人に過去の遺産をボコってもらうのだ。ホワイトグリーントのパイロット AC4 の主人公なんでしたっけ？多分そんなのだ。故に AC4 ラスボスのプロトタイプネクストと戦うのも2回目だから余裕で勝てるはずなのだ。なるほど、それなら想定通りで楽勝ですね。じゃあ配置について。ではカウント321スタートなのだ。さあホワイトグリーント VS プロトタイプネクストあれさ、どちらが勝つのか見ものなのだ。プロトタイプネクストには誰が乗っているのか分かりませんが、頑張ってほしいですね。ホワイトグリーントはいつものように中距離からライフルで堅実に削っているのだ。それを受けてプロトタイプネクストは QB で回避行動に入ったのだ。どう見てもパイロット死んでる動きしてますよ、この機体。大丈夫なんですかこれ？もちろん大丈夫じゃないので、1回乗っただけで死んじゃうのだ。QB しただけで肉体がぐちゃぐちゃになりそうですね。しかも今みたいな小島キャノンを筆頭に小島の固まりすぎて環境汚染が半端ないのだ。最悪ですね。でもホワイトグリーントはそこまで苦戦してるように見えませんよ。戦うのは2回目だろうし、兵器としては欠点も多いからね。プロトタイプネクスト小島キャノンとか撃つとき止まってますもんね。でも小島キャノンは撃った後レバーアクションしてかっこいいから。知りませんそんなの。それにプロトタイプネクストのメインは5連装ガトリングガンなのだ。 ETS は最強クラス。一瞬で5000削る化け物武装はフォアグリもきついはずなのだ。ルビコンで AC なら2秒ぐらいでスクラップになりそうですね。プライマルアーマーないしマジでそうだと思うのだ。とフォアグリ小島キャノンを食らってしまったのだ。これは痛そうですね。さあここから一気に畳みかけたいのだプロトタイプネクストくん。では何ですかこれ？これは元祖アサルトアーマーなのだ。これがアサルトアーマーの元ネタなのですか？直径 1km ぐらいありましたけど。プロトタイプネクストの PA 小島爆発電量をダウングレードしたのがアサルトアーマーなのだ。プロトタイプネクストとホワイトグリーンとの QB ふかしながらの打ち合いがすごいですね。人間やれてる感じが伝わってきます。さあ戦いも佳境に入ってきたのだ。フォアグリもスパークの感じから結構削られてるような気がするのだ。バー少なくても水没した人よりは苦戦してそうですね。あの人はネタ枠だからしょうがないのだ。一応ラスボスなんですもんね。ここでホワイトグリーンと勝負のアサルトアーマーを発動なのだ。時期と相手とついでにカメラマンのプライマルアーマーを剥がし攻勢に出たのだ。ノーガードで殴り合いですか？決着の時は近そうですね。小島キャノンがフォアグリに命中してしまったのだ。さあ最後に勝つのはどちらなのか。新速の QB 対決で互いに球を制してホワイトグリーントが決めたのだ。どっか行きましたよホワイトグリーント。エーレンメルクでもぶっ壊しに行くんでしょう。なるほど。しかしさすがホワイトグリーント終わってみれば危なげなかった気がしますね。 AC4 でも勝てなかったんだから ACFA でも当然勝てないのだ。パイロットもジョシュアより強いとは思えないしね。っていうかパイロットは誰だったのですかね。こればっかりはマジで謎なのだね。僕はジョシュアのクローン説をしてるんですけど ACVD でもそんな感じだったし。それは悲しすぎるのでレバンゼルだったこの人にしてあげましょう。神の溝知るのだね。今回はプロトタイプネクスト VS ホワイトグリーントだったのだ。正直ホワイトグリーントにプロトタイプネクストは全く通じていなかったですね。10戦ぐらいしたけど1回もプロトタイプネクストは勝てなかったのだ。マーレディ 1.0 グリミサ持ちに勝てる機体なんて ACFA にはいないからしょうがないけどね。ちょっとホワイトグリーントを最強にするためにフロムの設定を間違ってしまったのでしょうね。ならしょうがないのだね。そうですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。